Good. Hola pessoal. 納豆24のソフィーです。今日です。明けましておめでとうございます。昨日ありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。日本ではそろそろ大学4年生になる皆さんが就職活動を始める時期ですよね。なので四大会計事務所に勤めているさくらちゃんをお呼びしました。はじめまして、お邪魔いたします。今回は日本と海外の就活事情を話してみようかなと考えまして、面白いですね。それで今日は決めた内容を話すので、聞きたいなってことがある方もコメント欄にコメントをください。やるかもしれない。それではまずどんな業界を受けたかよ。日本だと外資系を受けました。外資系って結構1月とか2月年が変わる頃にエントリーシート書いたりしたのを覚えてるね。世界は銀行とコンサル、とにかく早く内定を出してくれるところを順番に受けてた。私はブラジルに留学をしていたので、就活解禁日に間に合わなくて、シートとブラジルから来て近年3月1日から大幅に遅れた20で外資系はもちろん間に合わないから受けようってしか受けれなかった。外資はゼロ。外資ゼロだね。私日系ゼロ。あ、そうなんだ、ゼロ。外資受けてないんだ。遅くてもやってるとこないの。IT 系でも私が出たい外資がなかった。ちなみにドイツとドイツは今働いてるところ一社だけ。私も実はブラジル翻訳通訳の仕事と IT 系のアメリカの会社がブラジルに入ってきてて、そこの会社を受けたんだけど、給料低いんだよね。そうだろうね。そう、ブラジルの中では結構給料高めから始まるって言われている給料でも、日本だと12万とか近くない？レアで今ちょっとね、弱いからね。これ全部にはいいんだけど、実家が日本になっちゃうとか、帰るにも帰れないんで就職しようと思って取材さんとかなるよね。そう、それが一番なんかこう、学生の時憧れるルールだね。次は日本での外資系と日系の面接とかそういうのの違いと、あとは海外、ドイツとブラジルの面接方法。外資系面接とかだとやっぱり英語が入ってくるね。外資の銀行とかだと外資で英語でグループワークとか。あ、そうなんだ。やばいね。やばい。私にとったらやばい。やばい。そうそう。ブラジル帰りだと絶対ポルトガル語出ちゃう。落ちるみたいな。あと例えばグループ面接でね、一人一人回答する時間があるわけじゃなくて、なんか思いついた人からこう聞いたんじゃないけど。なるほどね。それはね、日系ないかったかな。ないよ。面接だったら絶対端からどうぞ。思いついた人からどんどん。怖いね。最初は本当に何にも喋れなかったよね。なんか周りすごいじゃん、やっぱり。外人とか受けてる人。はいみたいな。ツールとかはどうだった？例えばさ、日系だと日習とかさ、いくなりマイナビとか使うけど、外資ありね、外資就活。外資就活ってあるの？外資就活ってあれみんな使ってるもんだと勉強になりました。日系はどんな感じなんですね。日系はいつも通りですね。わかんない、わかんない。3月1日前ぐらいにゆとりシートの申し込みみたいなのが始まって、で、ちょっと前ぐらいにゆとりシートをいっぱいいろんな会社の分書いて送っとくんだよね。あそこまでは一緒かもね。1日過ぎるとなんかテストを受けに行かないといけなくて、実践で一番自分がいいなと思った成績を覚えておいてそれを出すんですかね。推薦を取った人が一時通過で通過でみたいな感じ。そこまで一緒なの？そこまでは最初基本的にはフローは一緒でツールがちょっと違う。コンサルとかは特に独自の区分とかお題があったりして、ドイツでどうやって就活したの？新卒向けに会社を広げて待ってる期間っていうのは何？自分で取りにさ、エージェントに登録したり、トインとかで見つけたり、インディードで見つけたり、地道な作業とは言っても一定数新卒を取ってる会社があって、私が今勤めてるとこみたいなでかい会社似たようなフローでかな。エージェントとか多いよね、日本人の。多いね。私エージェントに登録したんだけど、新卒って言ったらもうポストでみんな募集するよね。そう、なんか日本みたいにさ、大卒でどこでもよくて自分の希望出して、配属リスクがあって、それは営業カウンティングのプロモーションみたいな。そうだね。私も新卒で入ったけど、悪い位置まで多分決まってたレベルで。そうなんだ。すごいスペシフィックだったと思う。ブラジルだから面白い制度があって、大学4年生の時の単位がインターンに行かないと卒業できないかなって。でもドイツも結構あるよね。あ、そうなんだ。インターンに行った人はさ、どういう業界がどういうことやってるのか分かるよね。それ日本でね、やったらいいと思うよ。日本のインターンってさ、説明会で大体実務を知って、もちろん給料少ないけど、ミスマッチがないっていうかさ、働き始めた時に、こういう業界じゃなくて、こっちが良かったとかそういうのがね、確かに。そう。ドイツでも、ほとんどインターンの経験がないと雇われにくい。面接とか、印象的だった質問とか、日本で就活してると、性格とか、一般的なことをすごい聞いてくるうち、なんか学生の時に何が分かりました聞くよね。で、大体みんな勉強って言わないと思うけど、なんだろう、課外活動そうだよね。サークル長やサークルね。
そうそう、起業しますね。いるよね。やってる人ね。ドイツは本当にその仕事で使う知識、この用語知ってますか？この用語を説明してください。知識を問われる面接なので勉強したかとか。ブラジルのね、面接はループワークみたいな IT 系の会社だったんだけど、ある銀行があって1円ずつ毎日聞かれても、その犯罪を止めるためにどういう防犯システムを作ったらいいですかっていうグループワークがあって、ブラジル人も結構積極的だから、はい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 ってなんかグループワークがまとまらないわけで、最悪戦略で毎チームとかを一人一人意見言って、じゃあいいとこだけ集めてみたいな、うちのチームも全くまとまらなくて、俺はこう思う俺はこう思うみたいな始まっちゃって、チームごと落とされるんだよね。そういうところは日本の会社は結構いろいろディープディスカッションクラッシャーみたいな。時はクラッシャー5人いたの。もうやばいよ、本当にみんな落とされちゃう。もう私終わったなと思って終わった。これは日本のってなったんだけど、ってことは言えないんだけど。あなたの挫折とは何%ですか？私すっごい正直に答えて、64% って言ったの。何それ、どっから出てきたの？計算したら大学受験も浪人したしな、高校受験も第一志望行けなかったし、計算したら64%ぐらい挫折したなって正直に言ったら、深掘りされると思って期待して言ったの。刻むねって言われた。終了だったの。日系とかだとさ、髪とかスーツとかみんなピチッとしてるだとどうだった？私は茶髪のまま行ったし、スーツもグレーみたいな。ドイツの場合スカイプで面接したから、なんならパジャマでもいいよねって。確かにここだけちゃんとしてるもんね。スーツ着たよ、着たよ。服装自由みたいに書いてあるとこあるじゃん。あー、あった。あれかも。どうした？お仕事着みたいな。私一応スーツで行ったわけ。しかも一応黒のスーツで行ったわけ。でも赤くなブラジル帰りだったから、こっから下がね、金髪だったりしてたし、指輪もしてたし、なんかこう自分をよく見せる場所だと思って行ったのね。服装自由なのに、みんなスーツなわけ。みんななんかここまで第1ボタンまで閉めてたし、私第2ボタンぐらいまで外して、なんかネックレスしてたのね。なんか唇も赤のリップしてたのね。落とされるよね。結構白い目で見られて、そうなんだ。もうちょっと服装自由って書いてあるのになぁと気をつけてください。それっぽくてなんか落ち着いた格好だったらもっと印象が良かったのかな。この後実際に働いた会社の福利厚生の話をする予定だったのですが、ビデオが長くなってしまうので今日はこの辺で。次回のビデオにてご紹介いたします。その代わりに今回のビデオの NG 集をご覧ください。それではまず初めのテーマです。映画の動画エントリーそうドイツ語もうダメだ。もうダメだ。顔がセンチングでめっちゃ起きるんだよね。私日本語で起きないけど日本語で起きるっていうね。そうそれでさ、バカじゃねえよって言われてさ、それではまた次回。チュース。チャオチャオ。